ほんまに来た株でちょっとすごい車来た。ここ結構ねテンション上がってる。めちゃめちゃ幻想的。おはようございます。原付で世界一周するカメラマンのアルマです。55日目かな。イギリスのヨークっていうところにて、そこで1週間ぐらい滞在してたんですけど、すっごい静かな寝やすい場所でした実は昨日初めてスーパーカブ乗ってる人にお会いしてはいI'm good ちょっと今日会おうぜって感じだったんで、とりあえずちょっと午前中会いに行ってどんなもんかなっていうのを確認してきます。はい。 Good morning. Good morning, Mark. How are you? Yeah, good. Good sleep? Yes, very well. This is my wife. Okay. はい、おはようございます。というわけで着いたかな。まあ、どこ向かってるかも分かってないんだけどどこ行ってるんでしょうか。これは来ました。わあすごいあ、すごい、わあすごい。いやー、very good すっげえ、初めて見た。ただ、うわあすっげえある。そうメインすごい、めちゃめちゃある。 Same as yours. Yes, yes, yes. Same one. へー、very good. Under 50. So many bikes. Too many. Too many. 何これ、Honda 50 challenge. Your life. Yes, yes, exactly. いいの Thank you. ありがとう。あ、いいね。This is good tire. Yeah, I very know. good tire. Yes. 2 inner あ、 tubes Thank you so much. ありがとう。 We'll need them in Scotland. and oil. ありがとう、スーパーカメですよ。ありがとう、Thank you。ちょっとすごい車来た。Famous anime in Japan. Yeah. おはようございます。おはようございます。You like anime? I do. すごい。 How are you? My name is Alma. アルマ。アルマ。 James アルマです。よろしくお願いします。ナイスミよろしくお願いします。いた車だ。I've never seen like this car in England. というわけでマットのおっちゃんとちょっとツーリングします。はい。マイクの位置見て風の音すごかったんでまたアフレコしてます。そう、なんでこうなったかっていうのを説明すると、この間街中を散歩してたら一人のライダーの人が話しかけてきてくれて、でその人はどうやら Facebook を見て探しに来てくれたみたいなんやけど、っていうのもある Facebook コミュニティにある写真が投稿されたみたいで、それがこちら。見覚えしかない背中。そのコミュニティがスモールバイクビッグアドベンチャー、略して SBBA っていう 250cc 以下の小型バイク乗りのグループで、イギリスをはじめとして世界中のライダーさんがなんか情報をシェアしたりとかイベントをやったりしてるでっかいコミュニティで、そこに投稿されたのを見て、ヨークに住む彼マットっていうんやけど、街中走り回って気合で探しに来てくれたみたいでしたいや、見つけるすごいよほんと。そんな出会いがあって今に至ります。のどかだ。どこだここは。なんかいいか、めっちゃ人おるな。うわ、すっごいバイクすっごいバイク緊張しちゃう。 Joking? No? No. 50cc. Where's been your best country, favourite country? Now. Wherever it is. No problem. It's been a pleasure to ride with you. Pleasure to meet you. And good luck with the rest of the trip. Come back this way. Yes, Please. Okay. Stay at my house. Okay, And we'll good luck. Thank Good you so luck. much. ありがとう。 See you. See you later. というわけで、マットのおっちゃんと解散しました。本当によくしてくれた。この UK でトラブルあっても大丈夫だからっていうのを言ってくれて、すっごい心強かった。ごめんね遅くて。というわけで今国立公園にいるんですけど、どんどん北を目指そうかなと思います。スコットランドに行くぞこのまま。
にアワレンデって意味ですっていう名前の村です。はい、ちょっとここに寄りたかった5時前なんですけど、ホーリーアイランドっていうのがもうちょっと北の方に行ったところにあるんで、そこをおすすめされたんでそこまで行きたいなと思ってるんやけど、あと100キロぐらいあるんやけど、行けるかなこれ。5時でしょ、2時間2時間3時間っていう感じで久々にめっちゃ走ってます今日。これはまた高速っぽいところに乗るやつですね。 A1 ですね多分。頑張るかー、でかい道。あー流れ速いね。走っていいのかなっていうか、こうよく分かってないんだけど、警察に止められるまでは走ります。レッツゴー、よろしくお願いします。入れてお願いね、マジで助かる。あ、サンキュー。 98km 道なり、やば。イングランドももうちょっとなんですよね。また戻ってくるんですけど、今日ずっとこれの道なのかな。であれば日暮れまでにちゃんと着くけど、てか今日久々に晴れた。そしてこれちゃんとマイク取れてるんだろうか。最近なんかさ、変なノイズみたいなジュク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 入って使い物にならん時があるんだけど、本当に勘弁してもらえませんか。その辺頑張って喋ったのに。今目指してるホーリーアイランドっていうところがさ、イギリスの北海に面している側、要は東側の海岸なのよね。ってことは晴れてたら朝日が綺麗に見えるかな。あれば着きました。日間に合ったな。初めての電車イベントだ。お前だけ？すげえ、ちょっと見に行ってみよう。あ、ここ寝れるね。ここ寝れるね。オッケー。あ、電波通るかな。電波の確認頼む。今日ここで寝たい。頼む。うお、ナイス。グローバル Wi-Fi マジで素晴らしい。へえ、海面地下。うわ、すげえ。あ、しょっぱい。いやー、マジでここ結構テンション上がってる。あ、景色めっちゃ綺麗ね。やばいね。水で埋まってるんですよ。で、多分ね、道潮引き潮とかで通れたり通れなかったりするんやろうけど、あっちがホーリーアイランドっていう島です。うわ、めちゃめちゃいい。めちゃめちゃ幻想的。すげえ。道路の横に海藻がある。いや、いい景色ね。なんかフラッと来てよかったかも。明日あっち行けへんかな。ちょっとこっから朝日が昇ればめちゃめちゃ綺麗かなと思って今日急いで来たんですけど、ワンチャンとりあえず、今日はここで寝て、テント張って寝て、明日朝日が見えたらいいかなと思ってます。どうかな。今日は疲れたや。今日250キロ久々に走った。お疲れかぶちゃん。ということで日暮れちゃうんでテント張ってパスタしばいて今日は寝ます。おやすみなさい。お、ちょっと焼けてる。
おー、あー、雲があるね。朝日は見えないかな。完全に昨日の道なくなってる。危ねえ、ギリギリだ。おはようございます。あれから2度寝して今朝の9時ぐらいなんですけど、問題の道ですが車がバンバン行ってるから、あ、いいね、引き潮ですね。あ、通れる。あ、通れる。おー、昨日より道がはっきりしてる。朝この辺も海水使ってたからね。6時ぐらいに起きて、でそれで朝日見れんかったから結局もう一回寝たんですけど、その時にめちゃめちゃ自分のテントも浸水する夢見ました。よし、ホーリーアイランド入ります。よろしくお願いします。対戦橋というかもう道やもんね、ただの。すごいね、マジでもう海の上やもん今。はい、ホーリーアイランド入りました。あー、めっちゃ潮の匂いする。でこの島は7世紀ぐらいの時にその時の王様がこの辺に修道院建てて、ここからキリスト教を広めようっていうので、その修道院からこの北イングランドのエリアのあたりをここを中心に広めていったらしいです。でもマジでイギリスの歴史どこにも出てくるんやけどさ、北欧の方から来たバイキングっていうね、暴れん坊の人たちが793年ぐらいにここ来て、町自体は荒廃してしまったらしいんですけど、11世紀ぐらいにまた修道院とか再建して作り直して、でそこから中世ぐらいからここが要はキリスト教の巡礼の地としてめちゃめちゃブームになったみたいで、その辺りから結構その人気になったというか、巡礼の地として人気になったみたいで、でまた海水の水たまり、17世紀ぐらいにまた新しくお城も建てられて、今は観光地として有名なところなんですけど、一応住民の人もいるみたいな、200人ぐらいの住民の人たちもいるみたいなんですけど、売店とかはなくて、だから売店とかはこの橋渡って本土の方で買わなあかんみたいな不思議な生活してらっしゃるんですけど、ちょっとじゃあ町の方まで行ってみます。バチコーンやった時の名残とかなんでしょうね。こうなることもあるみたい。今もね、その普通に暮らしはあるっぽいけど、でもやっぱ観光産業になってるから、どこもなんかもうそのお土産屋さんとかホステルとかそういう感じやね。観光客すげえわ。3連休明けやねんけどな。アクセス的にはちょっと行きにくいのかな。車とかあった方が行きやすいとこなんで、ちょっと観光に行きやすいかどうかって言われると難しいんですけど、でもね、いい感じ、雰囲気は。人多いけどね、意外と。ここの住民の人たちの主な産業としては観光業と農業とあと漁業かで暮らしはなんとかなってるみたいで、飯は食ってるみたいなんですけど、学校とかお店とか病院とかもないのか、そういうインフラがあんまりないので、インフラとかそういうものを欲するときは本土の方を渡って行くみたいです。半分観光地半分村みたいな、そんな感じ。ということでお城着きました。宗教的なあれじゃなくて軍事的拠点としてあったらしくて、スコットランドとイングランドがバチバチ揉めてた時にイングランド側が16世紀ぐらいに作ったみたいなんですけど、役目果たしてからはほったらかしになってて、今は観光地としてあるみたい。道潮になると割と海とは独立されるみたいな感じになってて、孤島の砦感あるみたい。そして多分金かかるね、ここは。
ホーリーアイランドありがとうございました。よかったよ意外と。てか何より名前のかっこよさ。よし、ホーリーアイランドゲームみたい。というわけでちょっと本土の方に戻りたいと思います。本土復帰、天気もなんかねいい感じになってきたし、忘れ物ないかな。ちなみにガチ巡礼の場合は多分この道ですね。このなんか干上がった時にだけできる砂浜の道があるんですけど、みんな歩いてるわ。ここを歩いてくるのが正規ルートらしい。正規もクソも分からへんけどねこれもっていう感じらしいです。やっぱり人間はなんかそのこう期間限定とかさ、これも潮の満ち引きでしか行けない場所とかではあるからさ、そういうところに惹かれるんだろうね。そういうところにお寺とか教会とか建てたくなるんだろうね。今日はこのままスコットランドの方に行こうと思います。よし、レッツゴーレッツゴーレッツゴー。